皆さん、こんにちは。基本のヨーガのかすみです。今日はですね、なんと視聴者の方から挑戦状が来ました。それをやってみたいと思うんですが、ちょっと、見ていただきましょう。どんな挑戦状。筋トレ仲間募集しますっていう回の、コメントでいただいたんですが、リクエストいいですかね。で、この方、多分お相撲やってらっしゃるんですよね。ちょっとした姿勢のリクエストで、前にヨガでやったんですけど、尊虚の姿勢って知ってますか？尊虚。聞いたことありますね。苦戦していて、で、私に解説してみてほしいですって書いてありますね。挑戦状です。尊虚ね、本当聞いたことはあるんですけど、なんか武道とかそういうやつで座るやつですよね。そのぐらいの知識しかないんですけど。相撲のように気合入ったやつ待ってます。っていうことで、いただきました。挑戦状受けて立ちます。尊虚の姿勢、ちょっとね、調べてみました。ちゃんと知らないんですけども、AI によると、尊虚という言葉には2つの主な意味があります。茶室の方じゃないですね。と、もう一つの方、相撲や剣道などの武道で行われる、こっちですね。膝を曲げて腰を下ろし、つま先立ちで足を大きく開いた姿勢のことです。敬意や精神を落ち着かせるための礼法や体幹を鍛えるための体勢を指します。なるほど。なんとなくわかりました。ね。こういうやつかな。イメージでやるので、正しい尊虚じゃないと思いますけど、私の認識、こんな感じかな。足を開いて、これはかかとつけるんですかね、開くんですかね。一応つけときましょうか。で、この状態で、しゃがんでいくわけですよね。で、かかとは浮いて上げてって書いてありましたね。こんな感じこれをやってみたいと思います。この尊虚を行うときに大事なポイントをちょっと考えてみたんですけど、足首のフレキシビリティ、柔軟性がまず必要なのと、足裏の筋肉も支えるっていう意味で必要だと思うんですね。足裏の強さ。それからあとは股関節を開きますから、股関節の外旋、それも必要になってきますね。で、あとは体幹でしょうかね。背骨、背中の筋肉含める体幹、そんなところにポイントを絞ってやっていきたいと思います。はい、それでは足首、まずやっていきますね。足首を動かす。指先をまずぐるぐる回して、指って本当に大事ですからね。親指特に大事です。まあ、全部大事ですけど、親指特に大事です。ほぐしておきましょう。はい。それから、足を持った状態で、こんな感じでね、持った状態で足首を回してみましょうか。足首、回りますか？内回しもね、足がよく言うことを聞くように。はい。じゃあ反対もやりましょう。まず手を入れて、軽くほぐす。これはね、足首じゃなくて、指先ですね。指先をやってます。いろんな形で絞ったり、雑巾絞りみたいな感じでね、絞ったり。はい。それから足を持っちゃって。で、だいたい90度ぐらいに上げるとやりやすいかな。足首を外回し、内回し。はい。OK。次に足首を伸ばすっていうことをやろうと思います。四つん這いになりましょう。四つん這いになったら、右足からいきますね。胸と膝を近づけるようにして、
足がまっすぐになるようにしてくださいね。足どうしてもね、こう横にこんな感じになりやすいから、まっすぐにし、親指を踏んでおくといいです。さあ、胸と膝を近づけながら少しずつ体重乗せていきます。痛すぎないようにしてね。で、足の親指側の甲で床を押しておくっていうのはとっても大事。かかと下げて足裏の筋肉使いましょう。はい。じゃあ反対もどうぞ。前に。すねとつながっていますね。足の親指、中足骨からこう来て、足の前脛骨筋っていうんですが、足の前の骨とつながっている意識があるといいです。そうするとね、親指を踏むことで操作ができるんですよね。体をコントロールできるから。はい。いいでしょうか。次に、ダウンドッグのような形をしていくんですが、手を肩幅より少し広めに開いて、で、肩が上がらないようにね、肩甲骨下げておきましょう。お腹を持ち上げて、お腹を持ち上げて、はい、足の甲で少し体を持ち上げるっていうことをやりましょうか。これがね、なんで尊虚に役に立つんだろうって、最初はわからないかもしれないけど、でも、きっと役に立つ。で、少し膝が上がってお尻が上がるようになったら、今度は伸ばしていきますね。何回かやるといいと思います。お腹持ち上げないときついですよ。足だけに負担かかりますから。お腹持ち上げながらね。お尻を上に上げて、足の裏でしっかりと足を守る。そんな感じ。はい、いいでしょう。はい、次に、ちょっとストレッチしましょうね。足をこんな感じで、90度、90度ぐらいですね。開いて、ももの外側、鼠径部のところを伸ばしましょう。手を後ろについて、こんな感じですね。お尻上がっていいです。内側に曲げた足の太ももの骨、外側を伸ばして、それから付け根のところを伸ばして、ストレッチしましょう。外側に倒した足のかかとで床を押して、はい、胸もちょっと広げておきましょうか。はい。では、このままの状態で、膝を上げたり下ろしたり、何回かやりましょう。股関節動かしています。骨盤ではなくね、骨盤は締めておきます。お腹を使って。こんな感じ。膝が少し床から離れて、股関節で動かす。はい。じゃあ今度は反対です。最初はストレッチね。ももの前を伸ばす。お尻を少し上げて、吐いて。かかとでマットを押して、吸ったり吐いたり、息を止めて頑張りすぎないようにね、ぐっと力を入れるんじゃなくって、呼吸に合わせて体を動かしていく。はい。じゃあこのまま膝を上げたり、下ろしたり、何回かやりましょう。この角度がね、狭いとあまり効かないですね。本当にね、90度、万字みたいな形にしておくといいですね。広いと逆にどうか。広いとね、結構大変ですね。だからお好みで、狭すぎなければいいです。なんか今、効かない、あんまり効かないなって感じちゃったんですよね、このぐらいだと。ちょっと後ろにしてみたら効いてきたので、お好みでどうぞ。はい。次に、内転筋。ここの股関節を回して外に開くためには、ももの内側がとても重要なんですよね。で、もしお持ちであれば、ブロック使うとより効果的なんですが、お持ちでなければ何もなくてもいいです。足つけとくだけでもいいです。何かこういうものをお持ちの場合は、挟んで、かかとの位置を合わせて体のセンターずれないようにしてね。で、挟むとちょっと後ろに倒れやすいので、足首あたりを持っていてもいいと思います。はい。
はい。では、息を吐きながら足裏を押します。お腹使ってる感じ出てますか？はい。一回力を抜いて。もう一度、息を吐きながら、かかとで押して、ブロックを押して、はい。膝少し上げてみましょう。可能な限り上げていきましょう。足押してるのをやめないでね、ずっと押してます。呼吸は吸ったり吐いたりしていますが、押し続けて、力を使い続けています。背中が丸くならないように首の後ろを引っ張って、お腹をしまいながら、内臓の奥でしまいながら背骨に貼り付けておきましょうね。はい。では力を緩めて、はい。ブロック取っちゃって、はい。ちょっと緩めましょう。少し緩んだ感じ出ましたか？はい。それでは足を横に開いていきますね。角度は何度でもいいです。ちょうどいいところ。あまりきつくないところ。で、足をパタパタパタ動かして、股関節、外、中、外、中。今使いました内転筋、また使っていきます。内転筋ストレッチされているんですけど、使いながら伸ばすっていう意識があるといいですね。手の指2本出して親指をつかみます。ウパビシタコーナーサナっていうアーサナなんですが、まず息を吸って胸を上げます。背中長くしてね。横から見るとこんな感じ。背中が丸くないように背中伸ばして。はい。吐きながら、おへそを床に近づけるようにして、股関節を動かしていきましょう。ここですね。余裕があったら肘を曲げて、肘が伸びきっていると肩がすくみますから肘を曲げて、胸を開いて。床すれすれのところ行ける方はどうぞ。でも床でついて休まないようにして、かかとで床を押して、膝の裏を伸ばして、足で全体でマットを押し続けましょう。あとは呼吸。息を吸ったときは胸を上げる。はい、吐いたときは余分な力を抜いて。はい、もう一呼吸。首も引っ張りましょうね。あまり下向きすぎないでね。はい、それでは、かかとで床を押して、はい、起きていきましょう。息を吸って、はい、吐いて、力を抜いて。はい、少しずつ戻していきましょう。ももの内側が使われた感ありますか？はい。それでは立っていきます。ヨガのアーサナで、ウトゥカタアーサナ、チェアポーズっていうのがあるんですが、それをやってみましょう。これはね、横から見た方がわかりやすいので、横向きにちょっとなりますが、足の親指はつけます。かかとはつけなくてもいいです。ちょっと離れててもいいです。2番目の指がまっすぐになるように立っていきましょう。で、それから股関節を折りたたむっていうことをやっていくんですが、膝にあまり意識を向けすぎないようにして股関節を後ろに引いてくださいね。はい。最初手は腰にしときましょう。息を吸って吐きながら股関節を折りたたんでお尻を後ろに引いていきましょう。で、その時に、ももの前を使ってる感じあるかと思うんですが、お尻ともも裏、このあたりも、なんとなくこう、使っているなっていう感じがあるといいです。ももの前だけじゃなくてね、つま先の方に重心かけないで、かかとの方に引いてくると、もも裏やお尻を使い始めます。はい、では合掌。息を吐いて。さあ、下っ腹をちょっと引っ込めるようにして、ウエストのこのアーチがなくならないように、背中丸くしないように、アーチがあるまんま、お腹を引っ込めていきましょう。あ、お尻使ってる感じ出てきましたか？はい。では、息を吸って、伸びて、吐いて、一回緩めて。はい。今度前向いてやりますね。つま先、足を腰幅ぐらいに開いて同じことをやってみましょう。で、手は腰、息を吸って、吐きながら股関節を折りたたんでいく。はい、その時にお腹が一緒に落ちないように、お腹は締まって、
肋骨を閉じて、お腹の中は背骨の方に貼り付けておきますね。はい、その時に親指も踏みましょう。親指しっかり踏んで、すねにつながりましたか？お尻使ってる感ありますか？はい、ではそのまんまつま先をちょっと外に開いてみましょう。開いた時に前のももに、ここにテンションかからないようにね。ここのお尻の部分、お尻とももの裏側、ハムストリングスに埋めているような感覚があるといいです。はい、手をももに置きましょう。で、もも押していいですから、お腹上げて、背中持ち上げて、お尻使いましょう。足の裏でマットをキュッと中心に集めてくるような感じ。かかとを中心に集めてくるような感じで使ってみて。はい、では伸びますね。息を吸って伸びて、はい、吐いて足も戻しましょう。はい、ちょっとブラブラして。はい、次に、ヨガスクワットやっていきます。足を腰幅より少し広めに開いて、つま先は外。この時にね、大事なこと、つま先と膝の向きが同じになるようにしてくださいね。つま先開きすぎるとねじれますから、膝痛くなりますから、同じになるよう。だから、いっぱい開かなくて、膝の向きに合わせてください。はい、いいですか？それでは、息を吐いて合掌。親指の付け根が胸の骨のところ。息を吸って、背骨長いまま吐きながら、はい、膝を曲げていきますね。さっきと同じように、お尻、ももの裏側感じながら、それから足の裏は中に集めるように使ってくださいね。はい。では、肘を膝の中に入れます。息を吸って、背骨を長く、膝で肘を押しましょう。肘で膝を押し返しましょう。さあ、足の力、使い続けて。お腹も緩まないように、それから骨盤底筋も使っておきましょうね。はい、いいでしょう。はい、では手をついちゃって、つま先をまっすぐに戻して、はい、一回ブラブラブラ、力抜いてももの裏ストレッチ。使ってばっかりだとね、硬くなりますから、ストレッチしましょう。はい、息を吸いながらローリングが起きてきて。さあ、だいぶ、ここのあたり、ね、意識が向けられるようになってきてると思います。さあ、じゃあやってみましょうね。かかとをつけるバージョンでちょっとやってみようかな。もし、開いた方が良かったら、開いてくださいね。私、ちょっとつけるバージョンでやってみます。で、大事なのは、今使っていたお尻とももの裏側、ここに体を乗せていく意識。で、その下には親指がありますね。足の裏があります。その軸が乗っている意識があるといいですね。だから膝が前出て、足の裏から重心が外れていかないように骨盤が足に乗っている、そんな感じがあるといいと思います。はい。それでは最初ヨガ式でやりますね。息を吸って手を上に伸ばして吐きながら合掌。手を押し合うとお腹に力が入ると思います。肩甲骨も程よく寄っていると思います。背骨を伸ばして息を吸って、はい、吐きながら股関節、この部分を折りたたむようにして、頭を上に引っ張りながら降りていきましょう。親指踏んで、小指の方にかかとが逃げないように。お腹は薄く、肋骨閉じて、肩の力は抜いて。はい、ではバランスが取れていたら、そーっと手をももに置きましょう。どうですか？はい、こんな感じ。どうでしょうか？はい、では戻ってきましょう。じゃあ今度ね、ちょっと開いたバージョンもやってみようかな。正式がちょっとわからないので、足開いたバージョンもやってみますね。手を、なんかイメージで言ってごめんなさい。イメージなんですけど、なんか開きながらこうするイメージあるんですけど、違うかな。やってみます。はい、息を吸って、
吐きながら、はい、降りていきましょう。体の中にエレベーターがあって、上下にエレベーターがある。下向きの矢印と上向きの矢印、両方があるといいです。はい。戻るときってどうするんだろう。上に伸びながら、頭を上に引っ張って、背骨を伸ばしながら上がるといいなと思います。ここからね、戻るときが多分大変だと思うんですよ。戻るときにね、こういう風にならない方がいいですね。もうこういうのがない方がいいですね。まっすぐに、このまんま、まっすぐに降りていて、骨盤が足の上に乗っている、お尻を使っている。頭を上に引っ張って首の後ろ長くして、かかとがこういうふうにずれないように親指でふくらはぎ回して、お腹は中にしまう。背中に近づける。で、戻るときは、頭を上にまず引っ張る。息を吸いますね、その時に。息を吸って頭を上に引っ張りながら、足の裏を押す。足の裏で押した力で戻ってくる。今度こっち向きでやってみようか。後ろ向きもっておっしゃってたかな。後ろだとどうだろう。こんな感じ。ね。息を吸って背骨を長くして、上に登る矢印と、それから下に降りる矢印が体の中に両方ある感じ。肋骨閉じてください。どうですか？はい。さあ、いかがでしたでしょうか？少しでもなんかつかめた。あ、そうかっていうのがあったら嬉しいんですけど、今日、尊虚というのを生まれて初めてやってみましたけれども、合ってるかどうかわからない。ごめんなさい。まず私がその写真とかその説明から考えたものは足首の柔軟性ですね。それから足裏の強さ。体を支えているのは足ですから足の強さ。で、それからあとは股関節開きますから股関節の外に回すという柔軟性。回すためには内側の筋肉が必要でしたね。で、それとあとは体幹。背骨をまっすぐに引き上げる。その体幹。お腹と脇腹両方使います。全部使います。で、そんな感じで私なりにやってみましたが、少しでもうまくいった。あ、なんか新しい発見あったっていうのがあったら嬉しいです。そしたらどうぞいいねをしてください。それではリクエストどうもありがとうございました。リクエストというか挑戦状また何かありましたら挑戦してください。受けて立ちます。なんてね。